こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回はネガティブな感情を強めてしまう思考に焦点を当て、その思考を緩める方法として NLP 神経言語プログラミングで使われているメタモデルという考え方をご紹介します。難しそうに聞こえるかもしれませんが、決してそんなことはありません。日常生活の中でもとても役立つ考え方です。まず最初にメタモデルとは何かについてお話しします。メタモデルはもともとカウンセリングなどで使われる質問の方法ですが、自分自身にも使うことができます。ネガティブな感情が湧き起こったとき、その感情の元になっている考えに対して、本当にそうなのだろうか、他の見方はできないだろうかと、あえて問いかけてみることで、気持ちが少し楽になることがあります。今回は、日常でよく起こる一般化と歪曲という2つの思考パターンを中心にお話ししていきたいと思います。一般化という思考パターンは、たった一度や二度の経験だけで、いつもそうだ、みんなそうだと広げて考えてしまうことです。例えば、職場でプレゼンをする前に、私のプレゼンはいつもうまくいかないと思ったとします。そんな時には、自分にこう問いかけてみるといいでしょう。本当にいつもうまくいかないの？一度もうまくいったことはなかった？という感じです。問いかけることで、以前上司から評価されたことや、実際にはそれほど悪い結果ではなかった経験を思い出せるかもしれません。恋愛でも同じです。私はデートに誘ってもいつも断られる。そう思った時には、本当にいつもなの？一度も OK してもらったことはなかった？と問いかけてみるんです。振り返ってみると、実際には何度かうまくいったことがあるかもしれません。このように、いつも、みんな、絶対に、決してといった言葉を少し疑ってみるだけでも、思い込みが緩み、現実をより正しく見られるようになるでしょう。次に、歪曲についてです。歪曲というのは、はっきりした根拠がないのに、原因と結果を結びつけたり、相手の気持ちを勝手に決めつけたりすることです。例えば、上司が自分を見たときに眉を潜めていたとします。そこで、きっと私は上司に嫌われていると思うかもしれません。でも本当にそうでしょうか？そんな時は、眉を潜めていることがどうして嫌われている証拠になるの？他の理由はない？と問いかけてみます。もしかすると、上司は疲れていただけかもしれませんし、何か考え事をしていたのかもしれません。友人関係でも同じです。LINE の返信が来ない。きっと私のことをどうでもいいと思ってるんだ。そんな風に感じたときは、返信がないこととどうでもいいと思ってることは本当に同じなの？と考えてみましょう。もしかすると、あなたの友人は忙しいのかもしれませんし、後で返そうと思って忘れているだけかもしれません。
こうして別の可能性を考えてみると、ネガティブな感情に飲み込まれることも少なくなります。一般化や歪曲は知らないうちにネガティブな感情を強めてしまうことが多いです。だからこそ自分に対して適切な問いかけをすることが大切なんです。問いかけることで自分の思い込みに気づき、物事をより正確に捉えられるようになるでしょう。ここからは一般化と歪曲についてもう少し例を見ていきたいと思います。例えば、私はいつも三日坊主だと思っているとします。そんな時は、本当に何をやっても続かないの？これまでに続けられたことは一度もなかったと問いかけてみます。すると、ジムは1週間でやめてしまったけれど、毎朝のストレッチは半年以上続いていたということを思い出すかもしれません。そうすると、私は続かない人間なんだではなく、ジムに通うという方法が自分には合わなかっただけかもしれないと考えられるようになるでしょう。この違いは結構大きなものです。また私なんてどこへ行っても嫌われると思ってしまうこともあるでしょう。これは一部の人とうまくいかなかった経験をすべての人間関係に広げてしまう一般化です。そんな時は、本当にどこへ行っても、私に好意的に接してくれた人は一人もいなかったと問い直してみます。振り返ってみると、親切にしてくれた人や感じよく接してくれた人の顔が浮かんでくるかもしれません。そうしたことに気づくだけでも、自分を否定する気持ちは和らぎますし、人との関わりに対する怖さも軽くなっていくでしょう。次は歪曲の例です。朝早く起きられないから私は自己管理のできない人間だ。こんな風に考える人がいたとします。でも朝早く起きられないことがどうして自己管理全般ができないことになるのと問いかけてみると見え方が変わってくるでしょう。実際には夜型の生活の方が仕事に集中できていたり、健康管理やお金の管理はきちんとできていたりするかもしれません。自分の一部分だけを見て、だから私はダメなんだと自分のすべてを決めつけてしまう。そうした偏った捉え方に気づくことができれば、自分に対する感じ方も少しずつ変わってくるはずです。また、同僚が私の意見に賛成してくれなかった。きっと私を見下してるんだと感じることもあるでしょう。でも、意見が違うことと自分を見下していることは同じではありません。単に考え方が違っただけかもしれませんし、相手なりにもっと良い方法を考えていたのかもしれません。こうして自分の中で勝手に結びつけていたものに気づくことで、人間関係の誤解や不安も減らしていくことができるでしょう。このように嫌な感情が湧き上がった時には、その感情を引き起こした思考に注目して、それは本当にそうなのだろうかと疑ってみる習慣をつけることが大切です。そうすることで、感情に飲み込まれることなく、より広い視野で物事を正確に見やすくなるでしょう。自分への問いかけは、
心の中で行っても構いませんが、実際に紙に書き出してみると、自分の思考の癖を客観的に見つめやすくなります。ネガティブな感情を強める思考の癖は他にもありますが、一般化と歪曲は結構多くの人が陥りやすいものです。日記をつける習慣がある人は、自分が書いた内容を読み返して、その中に一般化や歪曲が含まれていないか探してみるのもいいでしょう。もし見つかったら、その考えに対して適切な問いかけをしてみてください。今回は NLP 神経言語プログラミングで使われるメタモデルという考え方を日常生活の中でどのように活かせるかについてお話ししました。メタモデルには一般化、歪曲、省略という3つの要素がありますが、今回はその中から一般化と歪曲に焦点を当てました。特に一般化や歪曲は現実の見え方を狭め、必要以上に自分を苦しめてしまうことも少なくないからです。メタモデルはもともとカウンセリングなどで使われる質問の方法ですが、自分自身に向けて使うこともできます。辛くなった時には、自分が今どんなことを考えているのか、そしてその中に一般化や歪曲が潜んでいないか振り返ってみてください。そんな小さな習慣が心の柔軟さを育て、より自由で穏やかな生き方につながっていくと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。